ごいね。一回ここうわすごい。すんごいね、ゆうちゃんこれ。ヤッホー。よし。マイナス2度です。めっちゃ寒い。無人駅っすよね。めくっといた目のため。おおおおおお。冷たいよ。冷たい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 。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2026年1本目ということで、このね関越道を抜けて少しだけ雪がね見えるところに向かおうかな。今ね多分この動画が公開される頃は1月のね上旬、3日とか4日とかその辺だと思うんですけど、どうなんだろう、雪降ってんのかな。今日はそんな感じで全然ね旅の計画も立ててないけど、とりあえず赤城方面向かって走って、で1個だけねほら道の駅前橋赤城、そうそこがなんかね海鮮市場、そこがね品揃えも良くて面白いよっていうのを聞いたりしたので、今回はねそこに向かっていこうかなと。でそこの後はちょっとねまた走ってみて、実際に雪がねどんぐらいあるかっていうのを見ながらかな。ただうちの車はね知っての通り後輪駆動の肉なんで、4区ほどね安定してね走ることはねできないとは思うけど、でもスタッド入ってればね意外と走れちゃう。今のところスタックとかしたことないのにないね。であとはちょっと今日はね道中走りながらところどころ写真とかね撮れたので、本当に今日予定なんもないから、そういうね写真を撮りながらの旅もいいかな。なんかこうねあんまり目的とかねしっかり決めないでゆるくね旅するのもねすごくキャンピングカーの使い方として僕は好きなので、そういうのとかもねやっていこうかなと思ってます。どこ？わかんない。この先どっか水上優香先ですか。タイヤ規制？あの山何？なんだ、春菜さん。違う。ぜひご存知の方コメント欄に。あれここじゃなかった前も。ここ。タイヤチェッカーマンいたら。そうだよね。前ここに立ってたよね。前はみなかみ行ったからね。山々してるね。よし。車内にいると日が当たってあったかい。鶴屋だ。鶴屋ってさ群馬にもあんの？前なんか言ったじゃん。そうだっけ？ここのインターさ降りたことあった？ない。初めてだよね。初めて。すごいね。なんかあるね。あの辺とかなんかすごい山のジョイホンパークだ。ジョイフルホンダのパークってこと？違うの？わかんない。なんかレゴみたいなのあるよ。初めて見た。群馬ってさあんま知られてないけどさ、実は高崎の方とかってさ結構栄えてるね。ただこういうなんかねちょっとこう開けた場所っていうのもね確かにあるよね。群馬ある。食の駅だって。なんだろうあれ、直販？食の駅ってあんま見たことない。ない。農産物直売所。 JA 的な感じ？農協？ここがなかった。意外と広いね。うどんって書いてこんな感じ。これなんかさ左曲がったところに角上魚類がある。今度これはこれで行ってみたいね。群馬一門マグロ問屋でしょ。よしでドッグランある。ようやく安全もドッグラン行けるようになった。ドッグランの中でちゃんとランするかどうかはわからないけどしないと思う。入れるようにはなったよ。もうちょっとねあれだよ、しつけは必要そうじゃん。割と混んでるね。キャンピングカーもまあまあいるね。いるんだ。この中鮮魚センター。それがここに現在地。見た目の気持ち悪くね。
ポン酢やろうかマグロのなんちゃらで書いてあるの。マグロは買ってないって言ってな。ね。た。あれが鮮魚センター。なんか前来た時は行かなかったかなかったか。できたの新しそうです。あとでもどっかに野菜がある。あ、それか、直売。鍋の中いろいろ買わないと。カニとかさ、食べることないからわかんない。うちカニ食べるの車の中だけだね。食べれないし、なんならカニの食べ方よく分かってんだから。でもゆうちゃん、あのさ、カニだったらさ、チャッポンするだけやろ。そう。あれだったら多分そのまま食べれる。あれだったらパパたちでも食べれるよ。前回大変だったからね、僕。よいしょ、とりあえず出発。今日はカニ鍋や。なんかでもカニいっぱい売ってたよね。ね。匂い出るからな。あ、でも今回あれ持ってきてるから。ダッシュ機。おすすめしてもらったダッシュ機。本領発揮してくれるか。本当はね、安全用だけど。カインズができるんだ。ここカインズできる。カインズ前橋赤字モール店だって。ますます人気になりそう。あ、すごい広い。あれ何メーター？ 3.3。もうこれで 2.8 でしょ。うちの 2.8 にマックスファンとかも買ってるよ。3でもいけるじゃん。谷川岳。谷川岳って雪ありそうなの。昨日は積雪してたずっと。で谷川岳ドライブインっていうのがあって、そこ RV パークがあるらしい。まあ RV パークが使えるのかどうかわからんけど、まあでも車中泊ができそうだったから。ね。本当はなんかね、キャンプ場もあるっぽいけど、でもキャンプ場はなんか11月でクローズだったから。雪だからじゃない。まあ寒いからね。まあでもなんかこの辺の下道通るのも久々だよ。高速ね、上ばっか走ってるので楽は楽でいいんだけどね、なんかあんまりね、その土地に来た感じしないんだよ。高速ずっと走ってると。ゆったりとした旅がいいよ。今年の初めだってここ来た時ね、すごかった。あ、でも三国峠は雪できてる。長い食堂って毎回すごい。すごいね、今日は一段と。ううわー、ママ自販機見てごらん。違う、何これ。すごっ。自販機でいいの。すごい並んでたね。これずっとまっすぐ今日ロードマンまで行くんああ、やっぱ新潟だな。だ。これは新潟のやつだ。ぐるっとあってさ、新潟のこの境目。ね。この辺りってめちゃめちゃ綺麗。熊さんが出たと言われる場所です。よいしょ。待たない。もう行くの？手伝え。うせやろ。こんな感じ。後ろがすごい綺麗。山が綺麗。あ、もう穴開いちゃった袋。あと23キロ。おお、景色綺麗だ。山がすごい。すごい綺麗だけど。まあ寒そうだよ。こっちは結構やっぱ雪残ってるね。ね。そう、この間行った道の駅がここなんだ。ここもすごい良かった。うん。また来たい。今日何にもなかったのも最後ここだよ。そうだね。ここまで戻ってきちゃう。こっち側に進むの意外と初めてじゃないの。こっち側ってさ、あれやろ、噂のホテル街か、昔の。かつて人気だった。ここもつ煮定食だって。
パパたちの親の世代うんはさ、このみなかみがさめっちゃ栄えてた頃を知ってるわけだよ。うん多分そのみなかみっていうのがこの辺なんじゃないの。結構綺麗だね。みなかみももうちょっとにぎわらしてくれたらいいのに、街を挙げて。この横にあるこのすごいね、手すり。すごい、これ全部手すり、つららつらららら、オールつらららら。日陰なんだ。なんかいいな、この辺もなんか外に出ないで宿に泊まるみたいなうん、の行ってみたいね。これ線路綺麗やね。もう来たことないかな。ないんじゃん。なんかない景色だよね。とてもローカルです。わあ、めっちゃいい景色。現在の気温は4度です。この道がね、多分もう本当の真冬、本当の雪シーズンに走ったらもう全部雪だと思う。この辺なんかあれだね、温泉街だね。ね、旅館が多い。いいね、すごい綺麗。この先メロディーラインがあります。あ、メロディーライン始まり。懐かしいメロディーライン。これ公園って書いてあったから、これ駐車場だったんかな。うわ、綺麗綺麗、いいよ、いい景色。真っ白やね。この辺はちょっと滑りそうよ。ちょっと慎重になる。いやー、すごいね。これかな。ここで一泊できたらいいのに。あ、本当だ、RV パークって書いてある。おうおう、すごいすごいすごい。ドライブイン自体やってんのかな。電気ついてるからやってそうじゃない？へえ。よし、とりあえず無事に到着。すごいよ。まあ一応あれ持ってきてるけどね、スノーブーツ、向こう側すごいね。よし、まあとりあえずドライブインの中に入ってこう。あんま来ないよね。ここのねドライブインの RV パークはなんか今もうやってないみたいだけど、こっちのねキャンプサイトの RV はやってるってことなんで、こっちに予約っていうか取れましたんで移動します。このドアイ駅までがこの温泉島のところ RV パークに止めて歩いて行けるって言ったから、もう一回移動しちゃうでしょ。移動して、ここは有料で止めれば。そう、ここはなんか500円とかだったかな、駐車場自体は。寒いよ。寒い。まあとりあえずね、ここ温泉もついてるってことなんで、今日はもうここでいいかなんで。いいよ。それを見ながらよし、じゃあ行きましょう。移動します。すごいここのスタッフさんかな、感じのいい人でね、いろいろ教えていただき、よし。また来たいな、こういうとこ。ただここね、多分普段の雪はとんでもない雪だから、我々でこれ、あ、本当だ、 RV パークって書いてあるの。本当だ。普段うちの車じゃ来れない。これね、可能性が高い。なるほど。どうなんだろう、行けるもんなのかな。おう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 、おうおう、ちょっと行ってみたかったドアイ駅そう、おうおうおう、すごいすごい。にも行けるじゃん。あ、これ踏切。よいしょ。うわー、素敵。すごいね。でこれを、あれを右か。右だ。いい場所だね。夏とか涼しいんじゃないの？夏はね。あ、でも一応雪除雪してくれてる。除雪してくれてるから走れる。わあ、すごい、横真っ白。わおわおわお。わかんない。温泉島がそっちなのか。温泉島でもここに止めこれっぽくない。ていいのかな。トイレはここにあるね。
一回止めます。ふーちゃんはもう準備万端だね。ちなみに外はこんな感じ。真っ白。寒いね。寒い。あんずが震えてる。あんずどあ、そこあれなんかいいね。う？あれグランピングかな？ねあれがいい。え。端っこ取りな。ぐじゃってんだよ。あれがいるのに。あ、柔らかい。この辺柔らかい。何ボス？震えが止まら震えが止まらない。何ボス？ちょっと寒いねボス。でも一緒に温まってるからそんな寒くはない。前閉めればいいじゃん。あんずとかわいい。よいしょ。かわいい。よし行こう。おーすごいねでも綺麗。そこを歩きたいもん。すごいねここ。川が。あんでもさっきより触れてないじゃん。落ち着いたんじゃない。ちょっと落ち着いた。寒いっていうか怖かったわ。そうでしょ。ちょうどでもここは踏切だもん。わ、すごい。じゃあ行こう。あんちゃん。楽しそうなのここ。寒いよここ。あんちゃん。これあんず冷たい冷たいだよ。ちょんちょんしてみる。ほら。冷たい。冷たい。舐めてる。どうだい？もう冷たいんでしょ。どうだった？違った意味で震えてる。最高。無人駅したね。めくっといた念のため。下の谷川だけドライブインで聞いたらワンちゃんも OK でした。覗いてきていいよ。ふーちゃんじゃあちょっと行ってみるか。これどこ行くの？ここは長岡新潟方面の電車のなんかでも違くない？階段があるみたいだよ。下に行く。本当だ。なんか逆に人いなさすぎて怖い。でも外雪だね。だね。すごい真っ白。降りてくにつれて雪がねすぐ近くまで来ます。もうちょい奥の方行ってみようか。階段がある。またもやふーちゃんこれ駅のホームだからね。え？電車だよ。電車来るんだよ。ホーム？ここに？そうだよ。ここ？そうだよ。来れんの？そうだから下にあるんだって。こんなに？うん。不思議だな。ね。よし。あっちの奥に行けば何があるのかな。意外と遠いね。うん。昔の昭和レトロって感じの駅があります。こっちです。わあ。すごいね。あれじゃないあれじゃない？すごい。ふーちゃんここ階段がジャーンってなってんだよ。大丈夫かな。わかんない。一回見てみるだけ見るんだよ。一回ここから。うわすごい。すんごいねふーちゃんこれ。やっほー。ねえ山ぼこ帰ってきたよ。わお。パパこれ行く？これはすごいわ。そう。これママに LINE しよっかな後で。ねこれすごいね。出口あるんだってこの先に。あるの？そう。あとこれホームだから。この先に電車来るのよ。昔の人こんなに持ってたの？ね。よし行こうん。う。長いよ。長いよねこれ。何段ぐらいあんの？これさ降りるのはいいけどさ登る時大変だよね。確かに。ねえパパだってこれ気合いいるじゃん。このベンチが真ん中っていうわけではないないね。まだまだこんなものしか歩いてないからね。いやこれさ思ったよりかさあったかいよね。なんかだよね。なんかさちょっとダウン着てたら暑いよね。暑いかな。歩いてんのもあるけどなんかね全然寒くないぞ。ようやくゴールが見えてきたんじゃないの？なんかすごそうな勢いですね。
こんな感じなんだね。駅があるんだね。はあ、やっと着いたよパパ。一番上では先が見えなかったのがやっと見える。さあこれでラストだ。12345、はい終わり。よし、じゃあ後ろを見てみましょう。いやちっちゃいね、出口が。帰りあれ登んないと。見たくない。ちなみに駅下も全然寒くないよね。だね。むしろあったかい。ちょっと苔が結んでる感じのおお、レトロだ。すごいね。すごいね。こっち側？お、こっち側こんな感じなんだ。 3時半。すごいね。3時半の今はもうおお。何駅って書いてある？ドワイって書いてある。ね。この次がこれが土だる。でこっちがゆうびそ。ローマ字見たけど。そう。果てしない。果てしないし誰もいない。こっちは何かあるの？え？そういう部屋がある。休憩所？見てみる？なんか夏とかに暑い時に入れるようなもんだよ。ここで電車待つんよね。待つんだね。こっち側になんかあるみたい。これは何をする？なんだろう。特製ビールだって。へえ。ビール作ってるらしいよここで。ビール熟成中って書いてある。ビールを作る。そう。本当だ。果てしないね。上にどうやら人がいるみたいな。あ、そうだよ。これモグラ駅っていうんだよ。このあ、これじゃ階段462階段だって。 462階段？個室着個室着338メーター。 338メーターか。長いね。約10分。 10分。はい。子供の足で何分か測りましょう。じゃあ行きますよ。はい。ずかずか言っていいの？いやダメ。パパも一緒に行くから。ふふ。行きます。スタート。いい。よし、じゃあ頑張って歩いてきます。どう？疲れた？何？大丈夫？行っていいの？うん、いいよ。オッケー。よいしょ。パパなら疲れるわ。動かす。よいしょ。ここで230段。あと半分ぐらいです。次行くぞ。よし。400段到達。おめでとう。まさかのうーちゃんの方が早いっていう。着いた子ら言います。供の足でなんて思ったけど、子供の足の方がどうやら早いみたいです。よし。渡り切ったよ。はい、うーちゃん到着。何秒？何分7分40秒。えすごいじゃん。大人は疲れたよ。 7分あー疲れた。うわ見て、 7分4秒。ここ歩いてきたんだよ。ダウンが暑い。暑い。雪の中入りたいね。なる。でもそしたら次に風邪ひく。よし、じゃあ安全なとこ戻ろう。ママとそうだね。うーちゃんはこういう旅の方が楽しい？体験したりチャレンジする旅の方が好き？動いたりする旅の方が好き。パパもこういうの方が好きだよ。ああ、やっと出口見えてきた。ね、やっと出口だよ。よし、じゃあ行こう。パパたち暑いよね。汗だくだく。汗かいてるのパパたち。暑いよ。うーちゃん途中から腕めくったんだから。お利口さん。ああ、ここ道路のところを渡ってる感じなのかな。あ、こっからわおわお、すごい。うわ、これはすごいね。さあ、じゃあ帰ろう。じゃあ戻りましょう。十分です。戻ります。はい。寒かったわ。わあ、真っ白だわ。寒っ。雪だるま作ろうかな。なんでどう？プルプルして初めての雪は。降りるのか暖かったね。
降りたいの？冷たいよ。めっちゃ降りるの。降りるの。冷たい。あ、冷たい。あ、冷たい。冷たい。ママ下らなくてもあれで十分だった。だって30分ぐらいは待ってたもんね、ママたち。あそこ通ってたわけでしょ、さっき。無事到着だね。寒い。山入ってください。でもブーツに履き替えて正解じゃない？うん。階段は大変だったけどね。とりあえずね、一段落。寒いです。そう？多分なんか動い全然。てないから30分極寒の中であんずっと凍えながら待ってたの。見てごらん、安全だって。一番くつろいでる。意外とそこいい、いいのかも。ちょうどよかったな、安全。そこね、もともとうっちゃんの席だったの。収まりがいい。帰宅後のおやつパーティー。ちょっとお風呂まで時間あるんだよね。30分ぐらい。じゃあそれまで雪景色だね。でも深夜だね。深夜1時から5時にかけては雪降るけど、朝方は雨だって。奪い取るんじゃねえと思って。ペットボトルがなんてか大好き。ね。歯がかゆいからちょうどいいんだろうね。でっかいお風呂どっから行くんだろう。多分こっちから入れんのかな。寒いし結構凍ってる下。とはいえ綺麗だね。こんな感じ。ここは外も同然だわ。寒いここは。そりゃそうだ、外だもん。外だね。すごいね。私ここ露天なわけないか。なんかね。ここでも物落としたら最悪じゃん。ね。無事に来た。嗅いでもらって。アンザーずっとコロコロしてたんだよね。アンジュさんここどうぞ。アンジュさんハウス。今舐めてもらおう。汚いからね。でもお風呂場綺麗だった。ああ、パパのとこも綺麗だった。綺麗だし誰もいなかったからすごい良かった。途中最後入ってきたけど。女子はちょっと混んでた。カニ鍋。カニ鍋ってどうなんだろう。微調整。ゆうちゃんの靴下嬉しそうに持ってる。あんず上にしてあげたら。あん意外とドライヤー好き。好き。結構犬だからさ、ドライヤー怖がるって言う。当たりに来るし。なんなら。ね、犬ドライヤー怖いって言うけど、ほんと当たりに来るからね。かわいい。来週はアンさんトリミングだからやっと小ざっぱりするんじゃない。今ね、まだモケモケしてるからね。やっと来週予約が取れたからね。登れないね。足短。着地。トゥルーン、トゥルトゥルトゥルーン。あんずママの靴下どっち？ほんと靴下ハンター。あ、白子をまず湯がかないといけない。カニはまだ凍ってますね。今が旬、白子さん。白子ってでもさ、普通にそれとあんま買ったことないね。ない。初めてやるよ、私は。
すごいね。水足りるよね。すごいね。おお。あとやってみてだね。酒。で、湯がいたやつ締める。ずっといいみたいだよ。キュッてなるってことじゃない？なんか足し水して70度から80度です。美味しくできたらいいね。うん。ちょっと水入れすぎたかなこれ。なんでそこ落ち着いたの？ちょうどよかったね。暑かったね。そうです、ボスって。言ってます。ちゃんと書いてあったよ。カニにもおすすめです。でもまあそのまま使えますね。ムッシーがついてるの。体にいいんだろうね。何の虫？うわーってなるもんね。さあ果たして美味しいのかな。すごい。あ、痛いわ痛い。これを入れちゃいます。よし。溶けるやろ。はい、カニ鍋です。今日日本酒も買ってきたんだよね。ちっちゃいやつ。じゃあもうご飯だよ。パパもあれだけどね。おはよママね、日本酒買ってきたんだけど、谷川だ。これ、まあ、ここ谷川だけどね、ここのやつなのかな。このサイズで純米大吟醸だったから、ちょうどいいなと思って買ってみた。いい
ただきます。あと乾杯。乾杯。何でも乾杯。乾杯。さぐちゃん、どうぞカニを食べてみて。ちょっと熱いかもよ。じゃあちょっと冷ましてからいこうかな。わそう。あ、いただきます。どう？おいしい。美味しい？うん。あ、よかったじゃん。美味しい？よかったね。じゃあカニ好きだもん。いいです。でもパパもね、昔よりが食べれる気がする。はい。どうでした？美味しかった。うん、すごいじゃんみたいな。食べてんじゃん。で、食べる。こんな感じ。あ、でもいいね。これだったら食べやすい。ね。前回本当に大変だったわな。もうやりたくないもんあれ。うん。これぐらいだったら食べやすい。そして美味しいかも。カニ鍋の方がいいのかな、じゃあうちは。うん。そうじゃん。いただきます。大変じゃない？うん。そうね、これは美味しいかも。うちはこれぐらいの、こういう普通の無難なカニを鍋にするのがちょうどいいかな。うん。いいやね。ちょっとつゆ足す？つゆもカニも足しちゃう？カニはいいよ。このペースだとすぐなくなりそうな気がする。群馬で作られたお酒。よし。白子と一緒にいただきます。白子さん、これね、ポン酢、白子。やってみたけどいただきます。たまらん。うまっ。うまっ。うまいわ。ヒラメもさ、ゆずポンだからね。そう、うち最近ヒラメ家でもゆずポンで、ヒラメとかこういうマダイとかもそうだね。そう。最高。超うまい。なにちゃんお利口さんだね。無駄吠えしないし。確かに思ったよりふわふわしてる。なんとも言えない味だね。私からしたら。はい、ということで本日のポイントテーマ。はい。です。うーちゃんが考えたそうです。5秒で思いつきました。どうぞ。皆さんはカニを食べるときは何料理が好きですか？カニの料理ね。カニ料鍋が一番美味しかったかも。まあ、というのもパパもママもカニが苦手だった。そんなに。うーちゃんだけが唯一カニ美味しいって言ってたんだよね。そう。一回ね焼きガニをやったんでね前、車の中で、やったけどって感じだったよね。まあ、あれ多分剥くのにすげえ時間かかって時間かかった。それどころじゃなかったよね。で今回のは剥いてあるやつを買ってきて、でなおかつなんかそういうカニ鍋にして大丈夫だよみたいなやつだよね。でお得パックを買ったけど全然これでよかったよ。ほんとね、これでよかった。我が家はカニ鍋です。はい、ぜひね皆さんのカニの好きな食べ方をコメント欄で教えてください。はい理。してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パパのはもう入れちゃってあれだけど、ママの絶対美味しいこれ。おいしいや。いただきましょう。いただきます。あ、いい香り。
熱そう。超うまい。どれどれってきてるよ。なんでなんか匂いするね。なんだろうね。今日持ってきてる秘密兵器。タッシュ機。富士急おすすめしてもらったんだよそうね。でこれ家で使ってみたらめちゃくちゃ家でも全然使えたからもう車の中で無敵でしょって。これすんごいちっちゃいこんなもの。さあ問題はこの蚊に臭さがちゃんと取れるのか。そうそうそう。クイックダッシュで。よろしくお願いします。蚊に臭かったでしょ。蚊に臭かった。一回外出たらすぐ蚊に臭かった。中にいるとちょっとわかんない。アンジュのご飯の時間なんじゃないの？アンジュ。アンズね、なんか最近好き嫌い激しいからね。でも一応ちゃんと待機してるよ。食べムラが激しいんだよね。どっちで食べる？こっちで食べる。食べれたな、アンジュ。全部は完食してないけど、ほぼほぼ食べる。ほぼ完食。ほんとなんかさ、食べなくなっちゃったからね。なんだろう。わがまま？今度は、はい、あと5回、はい、結局あと5回。地面が濡れまくって雪でお散歩行けてないから。口履けないから。これはあった方が運命ね。のペットボトル、運命の。うーちゃんが遊んでんだからうーちゃんが遊ばれてんのか。気になるね、アンジュね。ちなみに外気温マイナス2度です。めっちゃ寒い。部屋とかキャンピングカーの中は 21.4 度なので、全然パパは半袖半ズボンでフルーツタイムしながらなんか動画を見ようっていう。いただきます。いつも食べる。いや本当はねここでね雪景色が見えるかなと思ったんだけどね、曇ってはいるんだけどねなかなか降らないねあれ夜中だよ。は。あんちゃんもやりたいね。人参パニック。なんでやる？人参？なんで何？いつもなんかビップだようーちゃん。うーちゃんじゃないなんで。いつもより普通にボーナスだからね。ボーナス。しかしそんなに簡単ではないのだよ。ボーナスね。これねアンジュの人参畑。あんちゃんのクリスマスプレゼントだよ。そうこの中の2つにこうやってボールを入れてあります。さあアンジュは当てられるかな。じゃん。で、アンジュ覗いちゃダメだよ。ここに入れました。はい私はこことここに入れました。よーい、スタート。さあ嗅覚が鋭い。もうちょっと端っこ行って。あんずは当てられるのでしょうか。大丈夫じゃなかった。あれ人よ。参抜いて。人参抜く。どんどん抜くぞ。どんどん。あ、ふーちゃんが隠したんじゃん。ふーちゃんが隠したんだよねここ。こんなのすぐ分かるやつって。ただ問題はどうやって鼻がどうやって取るか短いからね。ああ落ち。ゲットできたらしい。一つ目完食。あすごいじゃん。お、見つけた。見つけた？ほんじゃ見つけて掘りました。おめでとう。ここあーにおやつあるよ。ただ頑張れ頑張れ問題は頑張れここからどう取るか。鼻が短いからね。鼻短く。大変だよ、鼻短いのは。こんな感じで。上でぶら下がってそれ以来友人とは連絡が取れません。どうぞ。火事の原因火事というか見づらいここ。そっちがいい。パパは見やすいよ。パパは見やすいけど。向こう行って。これあれだ。アンジュだけ怖いからあそこに隠れて。怖いの。意味わかんないんじゃないの。アンジュだけ顔隠してね。ベッドを作んないとね。よし、じゃあベッド準備 OK かな。アンジュが来たことによってより一層ものがすごいね。もう場所がありません。めちゃおやすみ。もうとっくに寝てるけど。アンジュが一番早かった。じゃあうーちゃんもおやすみ。じゃあ行かないと。
でいっぱい歩いたからね、パパと。イエス。ママも。ママなんか全然だよね。ねパパたちのあれに比べたらママなんか全然だよ。まあ、奥寒くない？平気？え。寒くない。ういちゃん長袖に少しだけ寒いかもしれない。ちゃんとお布団入ってね。よし、じゃあおやすみなさい。寝ましょう。夜中雪降るかな。ね。ね。じゃあ寝まおす。やすみなおさいやすみ。なさい。よし、じゃあみんな寝ますよ。よいしょ。もうかけて。そう。おやすみ。グッナイ。あんちゃん、おはようございます。朝になりました。みんな起きませんね。先にあんちゃんご飯食べようか。みんな起きないからね。やっと起きたらしいですよ。ハンズ、ちまちま邪魔だと言われて上に追いやられる。この大きさでさ、足元いられると踏みそうで嫌で。もうちょっと大きかったらいいけどさ。あんちゃん意外とバンク好き。窓があるからね。もう奥に行っちゃったら手の施しようがない。うーちゃんが行くしかないね。よし、じゃあ片付けよ蜂蜜こいちゃん飲む？う。うん。今日は電源ないんだよね。そう。電源取んなかった。電源2個あれば同時進行でできる。スタート。もう12月半ばだと思うと早いよね。もう今年も終わってしまうんだね。あっちゅう。あんずも入ってるよ、あんず。もうちょっとかな。いい感じに焼けてる。うちのスフィンクス。30円登るの。こっち来る。30ルーム。こっちは嫌なんだよ。いただきます。パパ小皿じゃなくてティッシュかな。あんず？あんずどこだ？あんず？
い。あんずの部屋じゃん。4択制に行きます。あんちゃん涼しいとこ好きね。うん。涼しくて狭いとこ。2025年は10月からあんずを迎え入れて、また新しい感じになったね。旅の仕方がね。まあ大変は大変だけど、すごい楽しいし癒しだよ。ね。2026年は特にそういう旅になるよね。うん。うーちゃんが行きたいところも行ったり、あんずが遊べるところ行ったり、あとは普通にキャンピングカーで今日みたいな旅をしたり。まああんずもね、大きくなってくるからね。うん。なんかね、今年はでも本当観光地がメインになる旅ではなくなるだろうな。うん。どっちかというと今回みたいにちょっとこう自然が多いところを目指して旅するみたいな、そうだね。そういう感じかな。気持ちよさそうにじゃあ行くよはーい、出発しますよ。ー。あんずも OK？ あんずも OK。すごいね。でも雨降ってたけど、まあ今も雨降ってんのかな。そうだよ。軽く。この雪。よいしょ。でも凍ってないでしょ。凍ってはない。いい感じに雨降って。うすごいね。まだこれどういう風にやってんだろう、この山岳のん。ね。テント。絶対寒いよあれ。ね。でもなんかちょっと違うんだよね、幕の感じが。ね。でもここ景色良かったよ。うん山々見えたし。でこれを右に行くとあれなんだよね。新潟の方に行くんだよね。ここ？そう。でもすごかったね、あの地下。しかすごかった。動画で見るよりすごかったよ。ね。動画で何回か見たことあるけどさ、あれ自体は。うん。ここ線路ね。こんな感じね。これだけ寒くてさ、日が当たんなかったらそりゃ雪溶けないな。うこのつらら怖いよねこれ。ん。ね、これすごいよね、このつらら。昨日からある。あんなの落ちてきたら刺さるわ。すごい。ここね、昨日の駅。おお。おお。ここが一番雪してるね。雨降って雪降って。で寒いからね。うん、凍って雨降って雪降って凍ってみたいな。でここがドライブインで、ここも RV パークなんだね。今はやってない。なんかこの時期やってないみたいな感じだったね。多分駐車場が潰れちゃうんじゃないかな、雪で。あとあれなのかな、人がいないのかも。なんかここのドライブインの人が上のその、そうキャンプ場もやってて、うん、受付もできていたもんね。おお。トンネルもすごいね。あ、ここやばいね。これね、下りが怖いよね。怖い。上りもあれだけど、この辺やばい。ザーザー言ってる。すごいね。めっちゃ冷たいだろうなあれ。おお、すごい。これが昨日あれかな、受付の人が言ってたもう一個のキャンプ場かな。ねえ、まあ無理だろうね。うん、今やってないですもんね、このシーズン。うん。管理所的な。いや、いいね。いや、おすすめだよここ、谷川岳。ね。いや、景色本当にいい。ということでね、今回はですね、この谷川岳ドライブインからのまさかのキャンプ場。よかったね。赤城も良かったしね、あの道の駅。よかった初カニ鍋だったね。ね。カニ鍋美味しかったよ。そう、我が家ね、本当にカニで食べる機会がなかったし、食べれなかったことの方が多かったから。白子も美味しくなかった。今回あれだね、いつもとちょっと違うメニューがあって。肉なかったね。なんだかんだね、やっぱ魚が好きなんだよね。海鮮系が好き。だからなんかね、そういう意味ではね、すごくいつもとまた違う旅から今年はスタートかな。でこのね、谷川岳っていうね、群馬のね、すごい本当奥の方、新潟と群馬の境みたいなところなんだけど、ここもね前から気になってはいたけど、なかなかね行く機会もなくて、ね、今回ちょっと思いつきできたけど、雪がすごい時期はちょっと難しいかもしれないね。まだみなかみ、でもそう、みなかみもすごいからね、うん、そもそも
そうまあでもね本当に、キャンピングカーでね、雪道とかね行かれる方はぜひですねここもねいいんじゃないかなと思います。特に関東の方だったら一応関東だからギリギリこんな感じの景色が見れるんでぜひですね、来てみてもらったら嬉しいです。はい。はいということでね今年もね、2026年もたくさんね動画を出していくと思いますので、今年は少しねこういう自然がね多いところ行きたいなっていう希望もあって、観光地よりもどっちかっていうと、キャンピングカーならではとか車中泊ならではの場所に行きたいなっていうのが個人的には思っているので、ちょっとそっち系のね、動画とかテイストが多くなるかなと思います。2025年の反省を2026年に生かそうということですね。そうだね、はい。25年もね楽しかったけどねやっぱ観光地ね、大変なんだよね。そうどっちかってやっぱねあんまりこう人がねそんなにいない場所、今日みたいな場所がやっぱね個人的には好きでキャンピングカー乗ってたから、うちらそういうとこの方が合うね。そうもともとそういうとこばっかりしたからね、うん。そうだからちょっとね今年はそういう感じで全国制覇の旅もね少しは、ね、当然、進めながらにはなるけど行く場所がね変わるんじゃないかなっていう、そこがねまたね、見てくれてる方のね参考になれば嬉しいなと思っております。はい。はいということでですね今年2026年もですね、ウーチャンネルの方でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。景色超綺麗。すごい。下は線路だ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら